イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はダビ、チームアップは剣道ちゃんと雷くんだよ。ついてこい。レベルアップ。ダビは高流動の射撃に加え近距離に対する自衛技まで持ち合わせるハイエンド射撃キャラ。特殊アクションではダウンした際に一度だけ自分の周囲を攻撃し時間を稼ぐことができるダビニクス。発生時の炎は至近距離の相手を吹っ飛ばし射撃ガード判定がある。味方からカバーしてもらえる範囲であれば乱戦で敵が撃破を優先している場合でもこれで稼いだ数秒によって命を拾えることもある。個性技アルファは敵を追尾する火球を飛ばし命中した相手を炎上させる開花。弾速は遅いがとにかく追尾性能が高く相手が射程内で車線が通っていれば、適当に投げるだけで勝手に追尾してくれる。その追尾性能たるや遮蔽物に阻まれない限りは走ったり飛んだくらいでは回避できず、しっかり引きつけてから回避アクションを使わなくてはならないほど。なのでとにかく遠距離戦や奇襲、追撃での命中精度が段違いでダビを強キャラたらしめる主力技。ベータ技はその場に罠を設置し触れると火柱が発生して大ダメージを与える引火。罠は敵から見るとちょろっと小さな炎が見えるだけで、しかもある程度接近しないとそれすら表示されないためかなり視認しづらい。射撃主体のキャラは近距離キャラに接近されるときついものだが、ダビはこの技の存在によりそういった相手に対して自衛することができる。またダウンした敵に対して体に当たるよう直接設置すれば即時起爆して素早く KO まで持っていくこともできる。個性技ガンマは自分を中心に演習場の炎を展開する焼却。触れた相手にダメージを与えるほか炎には射撃バリア判定があり貫通属性の射撃以外を防ぐことができる。演習場の見た目で上はガラ空きのようにも見えるがそちらにもしっかり判定があり射撃を防いでくれる。といった具合に各種優秀な技を備えており、オープンベータテストにおいてダビは対戦環境トップクラスの一人であった。特に対戦環境で猛威を振るっていた近距離高機動キャラに対し遠距離からは高流動射撃、近距離では罠と範囲攻撃で対抗できるというのが実に強い。さらにロールもまだ2キャラしかいないテクニカルで被りにくい上、編成時に味方にかかるバフもリロード速度アップとどの場面でも恩恵が得られる。さて先ほどから他のチームとの戦闘が続いているが距離を取っての長期戦ならばこちらの望むところ。死柄木の相手も距離を取っている限り相手の射撃をまともに食らいさえしなければ一気に崩される心配はない。接近戦に持ち込もうとしてもこちらには罠と範囲攻撃があるため、ばらまきながら逃げているだけで相手はただでは済まない。さてプルスケイオスを使って粘っていた死柄木もここまでのようだな。引き続き敵チームを発見したらガンガン攻撃していこう。前述した通りダビの射撃は射程内で車線が通っている相手なら、適当に放り投げるだけでどんどん当たるのでまさに打ち得。そして相手との交戦になったらアルファ技のリロード中にでも罠をばらまき近づいてきた相手に備える。さらに接近する者には罠に誘い込みつつガンマ技で迎撃、射撃で対抗してくる者には射撃バリアを利用して一方的に打ち返す。といった具合に戦っていくのがダビの基本的な戦法で、打ち合いと一定のポジションをキープしながらの戦闘が得意なキャラだ。さて他のチームは車線が通りやすい上に接近戦も仕掛けづらいこの状況を嫌がって逃げていったな。よし味方から個性技カードをもらってアルファ技がレベルマックス。オープンベータにおいて大半の個性技はレベルマックスでの強化項目が多く、レベル8とマックスでは体感できるほど使い勝手が変わる。なので主力技は最優先でレベルマックスを目指しなるべく早く最高のパフォーマンスで使えるようにしたい。ダビの場合も使用頻度の高いアルファ技はレベルマックスで火力や判定の他に、弾数とリロード速度が強化され回転率が目に見えて上昇する。さて上空に逃げようとしていた飯田くんがいたがダビの誘導弾からは逃げられない。プルスウルトラを使って抵抗してくるようだが罠を張ればたとえかからなかったとしても相手は思い切った攻めができない。そういった心理面でも優位に立つことができるのもダビの強さの一つだ。そして罠を嫌がって距離を取れば再度誘導弾の餌食となる。さて蹴られた分のシールドはフィニッシュで回復しさらに物資をいただくとしようか。さて残りの敵は3チームか。十分に物資を確保して体力も温存できていることだしこのまま後半戦と行こう。とりあえずドーム外に他のチームの気配はなし。し
かし急にこちらに来た場合のことも考えて罠の設置は怠らない。そして外の安全を確認したら着実にクリアリングしながらドーム内に進行していこう。よしドーム入り口に待ち伏せしている気配もないな。まだそこそこ人数はいるはずなのだが入り口から見える範囲にも敵の気配はない。ここは少しずつ罠の設置場所を前線に上げて戦闘範囲を広げていこう。お、今お茶子とつゆちゃんが死人できたな。そして味方の剣道ちゃんがお茶子を追いかけていったのでそちらの援護に回るか。と思ったら追っかけていった先でなんと2人 KO してくれた。すぐにカバーに入って後から来た新手の迎撃をしよう。今目の前を通っていった新手はマウントレディだな。しかし相手の余力はなさそうだ。プルスウルトラだと。さらに巨大化だと。先にダメージを与えておいた状況での巨大化はそれほど対処は難しくないがプルスウルトラ巨大化はまずい。シールドは回復しているわ個性技の性能は限界突破しているわで正面からの戦闘は無謀もいいところだ。しかし幸いここは市街地なので建物のせいで巨大化状態ではここまで追ってこられない。しっかり回復をしてプルスウルトラが切れたタイミングで反撃をしよう。おっと巨大化を解除していたか。しかし相手の奥の手はもうない。さて相手は巨大化を途中解除したので次にぶつかった時にまた使ってくるだろう。その前に少しでもシールドを削っておけばたとえ巨大化を使われたとしても制圧できる。と言ってる間に来たか。しかしこの状況では苔脅し、気にせずガンガン攻撃しよう。お、シールドが剥がれてからすぐにダウンしたな。最初に遭遇したサイプルスウルトラ前にダメージを与えたが回復している暇がなかったらしい。さて残りの敵チームは1。ここまで仕掛けてこなかったところを見るに最後のチームはフルメンバーではないのだろう。ここは分散するよりも広い場所に罠を敷き詰めて迎撃に専念。これならもし相手が近距離高機動キャラでも突っ込んでくれば罠に引っかかる。どこからともなく潜んでいた敵が攻めてきたか。しかし罠に引っかかってしっかりダメージを受けているぞ。最後の敵はつゆちゃん。ここはさらに罠を追加して相手の動きを制限していこう。ダビの罠と範囲攻撃、そして味方の雷くんの設置した電撃も合わさってこの大通りは地獄絵図だな。これは近距離主体のつゆちゃんではとても近接戦闘に持ち込むことはできないだろう。お、今度は上から来たようだがまた罠にかかった。しかしダウンさせる前に逃げられて見失ってしまったな。そろそろこちらから攻めて仕留めに行くべきか。どうしておきだ。どういうつもりだ。容赦しねえ。おお、今のは味方を放り投げて高所まで飛ばしてくれる剣道ちゃんの特殊アクションだ。移動技を持たないダビにとって今のような援護は実に助かる。そして高台に避難していたつゆちゃんを攻撃して引きずり下ろすことができた。さらにチームで追い込みをかけて一気にダウン。これで終わりだ。見事なバトルだったぜチャンピオン。これで決まっていこう。執念で世界は変えられる。というわけでダビでした。高性能の射撃と迎撃技を持ち独自の高度な戦法ができるハイエンド射撃キャラ。各種技を効果的にばらまくことでどこまでも戦果を伸ばせるよ。それではご視聴ありがとうございました。